はいどうも、こんにちは。今回は、アピストグラマの飼育の記録をまとめました。アピストグラマは、南米原産の小型シクリッドの一種で、これまでに多数の種類が発見されており、その種類によって色彩、体型、ヒレの形などが異なります。エリザベサエ、リタエニアータ、リエジタ。その姿は泳ぐ宝石とも称えられるほど、色鮮やかで美しい熱帯魚です。繁殖も可能で、子育てをする魚としても知られています。いつかは飼いたいと思っていた魚ちゃんでした。今回の記録は、ペア飼育水槽の立ち上げから始まり、ペア生態導入、巣作り、産卵、孵化、稚魚浮上、子育て、稚魚成長、孫世代誕生、そして混泳水槽の立ち上げまで、1年にわたる記録になっています。アピストグラマの生態の魅力が伝われば嬉しい限りです。繁殖まで見据えたアピスト水槽といえば、ほどほどサイズの30センチキューブ水槽に、コスパ抜群のスポンジフィルター、底面ガラスが見えるくらい超薄磁気の低床、お好みの産卵床、水草としてアヌビアスナナなどの遠征水草と水質浄化効果のある浮き草を入れたような、安全性と効率性を追求した確立されたレイアウトが間違いないかと思います。しかし色鮮やかなアピストが様々な種類の水草を背景に泳ぎ回る光景を見てみたい。水草自体は水質を安定させたり隠れ家になったりとメリットが多々あるのですが、いくつかの注意点があります。ピンポンパンポン。ああ、どうもなのだ。アピストを水草水槽で飼育する場合の注意点なのだ。アピストはエロモナス病にかかりやすいため、ゴミのたまりにくい薄磁気の低床が望ましいのだ。もしも厚く敷く場合には、低床の嫌気層を掘り返さないために水草の差し戻しを控えるといった注意が必要なのだ。次に、稚魚孵化後は1ヶ月ほどは水替え禁止となるのだが、同時に稚魚には栄養豊富なブラインシュリンプの給仕が必要となることから、水が不栄養化して溶ける可能性が高いのだ。しかも、繁殖中のアピストはエビを含む生態を水槽の隅に漏れなく追い込むことから、こけた場合の挽回も難しい状況になるのだ。また、複雑なレイアウトは生態の隔離が必要になった場合に、隠れ場所が多すぎて捕獲できないといったリスクもあるのだ。今回は、こけたらこけたでまあいいか的なお気楽放置系水草レイアウト水槽を作成するのだ。グッドボタンを押してチャンネル登録するのだ。水量34リットルの45センチ規格水槽。バクター100、クリアスーパー、イニボー。ソイル。チャームの通販で選び抜いた渾身の流木を設置。流木の背景に ADA のワビ草を設置。こちらのワビ草パワーで苔に対抗できないか試してみます。前傾層と別水槽から拝借してきた水草も周りに植栽。あまり主張が強くない人工産卵床も設置。2週間後。今回フィルターは有料だったので、早速迎え入れることにします。なお、飛び出し対策として、水槽の前後に下請けレールを取り付けて、1ミリ厚の塩ビの透明のパンチング板をレールに乗せて蓋にしました。パイプ類のところは鉢底ネットで塞いでいます。さて、購入したアピストはこちらです。欧州ブリード個体を通販で購入しました。
カカプオイデスダブルレッドは、アピストの中でも性格が温和で繁殖も容易とされており、飼いやすい初心者向けの改良品種になります。水合わせをして導入。突然の君との遭遇、必然と物語が始まった。これからどんな風にして二人で紡ぐ未来、想像するだけでドキドキが止まらないよ。長い髪揺れ、君が顔を覆った。今君に恋をする。春の風、君の匂い僕に届く。また明日会えるといいな。引き寄せてキスをしよう。ねる恋を永遠に誓おう。飼育から1ヶ月経たずして産卵に至りました。産卵が近づくにつれて、メスの体色は婚姻色へと変化しました。導入直後と比べるとその違いは明らかで、黄色と黒色のコントラストが鮮やかになり、存在感のある力強い姿へと変わります。婚姻色化によって性格も荒々しくなることから、スーパーサイヤ人化とも呼ばれており、オスに対して一歩も引くことなく向き合い、繁殖へと進みます。そんな中、水草の方はというと、わび草は生い茂り、光量不足が原因か、徒長したグロッソの足元は、腐海のようにこけ果てています。わび草はバッサリとカットし、徒長したグロッソは、浮上直後の稚魚が迷い込み力尽きないか心配だったため、泣く泣くニューラージパールグラスに植え替えました。そして産卵床ですが、用意した人工産卵床にはメスは興味を示さずに、流木の下のソイルを掘り進め、半地下の空間を建築していました。口にソイルを加えて懸命に運ぶ姿は、萌え萌えキュンキュンです。好き好き大好き好き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 好き Kiss me baby call me baby どん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 好きになってくの I can't stop 分かってるって聞いてんの邪魔者は全部まとめてデリート孵化した稚魚たちが動き始めました。一般的な環境では、産卵後 2,3 日で孵化し、さらにその 3,4 日後に浮上すると言われています。孵化後しばらくの間は、ヨークサックと呼ばれるお腹の赤い袋から栄養を吸収します。ヨークサックの吸収が進むと自由に遊泳できるようになり、浮上となります。とはいえ、しばらくはママに引率されています。稚魚が小さい間は、稚魚を口に含んで移動させるといった、親の愛らしい姿を見ることができます。オス
スも育児参加しようとしていますが、メスは迷惑そうにしています。浮上したらブラインシュリンプを明かし始め、浮上の翌日あたりから給仕します。ピンポンパンポーン。ああ、また登場なのだ。アピストの稚魚育成に欠かせないブラインシュリンプの孵化について、僕なりの孵化方法を紹介するのだ。ブラインの孵化方法には市販の孵化器を使う方法やペットボトルなどで自作した孵化器を使う方法などいろんな方法があるんだけど、僕は皿敷と呼ばれるお皿を使った方法に行き着いたのだ。皿敷は孵化や分離の能力としては低いんだけど、機材が不要で手順も簡単で面倒くさがりな人や忙しい人でも毎日続けられる、今風に言うとタイムパフォーマンスの高い方法と言えるのだ。僕はズボラでガサツで面倒くさがりで忙しい人なので、これしかないのだ。必要なものはこちらの通りなんだけど、環境に合わせて好きなものを使えばいいのだ。僕は薄皿には無印良品のポリプロピレンで少ない生理トレーニを2個使っているのだ。トレイを適当な水槽に浮かべて作り置きした海水を入れてブラインシュリンプの卵を投入するのだ。約24時間後から採取可能となるので、スポイトで孵化したブラインだけを吸い取り、受け皿の上に重ねたハイテック茶こしへ入れるのだ。水面に浮いていたり底に沈んでいる殻や卵はできるだけ吸わないように中間層だけを吸い取るのだ。茶こしに入れたブラインの海水をざっと洗い流し、茶こしの底を水槽に浸して濃厚なブライン汁を吸い取り給仕するのだ。できればフィルターは止めておいた方が良いのだ。2枚のお皿を運用していつでもブラインを採取できるようにしておくことがポイントなのだ。それでは稚魚の成長を見届けてくれなのだ。ミュージックスターティンなのだ。膨らんでは縮んだり、空に浮かんでは割れたり、
上から100日もすると、オスとメスが区別できるほど立派に成長しました。ここで稚魚の成長の過程を振り返ってみます。浮上から1ヶ月後には体長は1、2センチになり、親離れしました。親が次の産卵体制に入れば、我が子といえども追い払われることでしょう。浮上から2ヶ月後には体長は2、3センチになり、環境変化にも十分耐えられそうだったため、稚魚たちの方を別の水槽に移動させました。浮上から3ヶ月後には体長は3、4センチになり、そして浮上から4ヶ月後には体長は4、5センチになり、オスとメスの区別がついてきたので、1ペアをリセット予定だった60センチ水槽に隔離してみました。隔離から1週間経たずして、子供世代がペアリングして、孫世代にあたる稚魚が浮上しました。こちらの孫たちも子供たちと同様に育てていきます。ここまで積極的すぎず消極的すぎず自然な流れで繁殖を続けてきましたが、繁殖が成功した暁には全てのアピストを混泳させる水槽を立ち上げたいと考えていました。
縄張り意識の強いアピストは同種での混泳が難しいとされていますが、個々の縄張りが持てないほど多くを混泳させれば縄張り意識が薄れてあまり喧嘩をしない傾向にあると言われています。